テキラノダジョンです。今回はね、キラキラ光るお空の三つ星チャレンジというのをやっていきたいと思います。リゴがね、作ったやつなんですけど、最近ね、日本のね、アーリーアタックスにね、加入したね、元チームケストのキャプテンですね。配置見ていくとこんな感じでね、R23 ということでね、僕の14みたいな感じで23がトレードマークの数字になってるんですけど、結構ね、強めの防衛説が並んでて、取り方とかね、わからないで攻めると、ちょっとわからないところとかもね、出てくるかなというところで、簡単にね、楽に安全に取れるルートをね、紹介いたしますので、そちらご覧ください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。まずはね、9時にシューターポンと置いてください。で、ホーミングがあるので、ここまず解除してベビードラを置いてください。で、3時もホーミングがあります。両サイドから出す。で、ベビードラ。で、アーチャークイーンが外周部来たところにドラゴンを合わせてあげる。反対も同じように外周部来たところにドラゴンを合わせてあげる。最初にアーチャークイーンをドラゴンで撃てるような準備で撃ってあげればいいかなと思います。そうするとね、3時の方はね、もうこれ放置してるだけで、上の方もね、ドラゴン今、クイーンと当たってるんですけど、新レベルのね、新レベルじゃないし、HP がね、上がったドラゴン、優秀ですね。倒してくれて、相手のレベルがね、23とかなんで、そうか。リゴの23に合わされてヒーローレベルそうなってんだね。6時の方向するとね、ほら、ベビドラのがね、イーグルのところまで折れるんですよね。で、3時の方はこれ放置してるだけで崩壊するのでほっといていいです。で、ライトニング3発を対空砲に撃ってあげて、もう3発使い道ないんで12時のね、対空砲に後で撃ちます。テスラが出てくるんで最初に撃たないで、後で最後の方にとどめで撃ってあげるのがいいかなと思います。で、相手のクイーンとかも処理してあげつつ、これ勝手にドラゴン伸びるんで放置で大丈夫です。ウォールブレーカーとスニゴブね、一応ね、クランチをインビジブルしながらタウンホールをスニゴブ、ウォールブレーカー2回使えばタウンホールを落とせるんですけど、やる必要ないなって感じたんで、やんないです。はい。で、スケルトンでモノリスとロイヤルチャンピオンのターゲットを取りつつ、ドラゴンとドラゴンライダーで、この残ったね、ロイヤルチャンピオンとモノリスのところを処理させていきます。で、シューターほっとくとこんな感じで左サイドの投石とか全部追ってくれるので、そのまま放置でよくて、そろそろヒーローパートいきますかってことで、スケルトンの呪文をモノリスシングル IT のところにタゲ取らせつつ、残ったいろんなものを全部ぶっ破していきます。キング、クイーン、ロイヤル、ロイちゃん使わないっす。2回とも。ロイちゃんなしで全回取れるんで、わざわざスニゴブとか使うとちょっとめんどくさい工程増えるかなって感じなんで、はい。ちょっとね、このまま放置しながら進むの見ましょう。クイーンがね、内側ではなく外側走ってしまってるところもあるんですけど、2回目のリプレイはね、また別のアタック、同じような形でやるけど、またちょっと変わった形でね、やっていくので、そちらもご覧ください。で、こんな感じで走ってって、ベビドラをね、手元に残すことができるとめっちゃ楽なんですけど、2回目はね、ベビドラ手元に残さないバージョンでやります。で、上、こうするとほら、上はね、ホーミングがないんですよ。なので、もう対空ホールと、テスラぐらいしかね、空に対応するものがないので、ベビドラ無双ができますよって感じですね。で、あとは残ったヒーローでご利用しができる状況、ロイヤルチャンピオン使う必要ないですね。クイーンの方が内側壁殴るような感じになっちゃったので、ここは待ってあげて、スニゴブとかも使わずに全開が取れるので、めんどくさい工程省いてこれでいいんじゃねって思いました。タウンホールをね、わざわざ取らなくてもクリアできんならやんなくていいかなって感じですね。援軍とか釣れちゃうし。シューターの方にね、援軍が寄せられるのがちょっとめんどくさいかなって感じなので、またちょっとね、同じリプレイなんですけど、少し変わった展開になったので、そちらも見ていきましょう。毎回同じような展開にはなるんですけど、ちょっとずつね、変わってきたところ臨機応変にしなきゃいけないのがクラクラなので、はい。プラン通り、さっきと同じような感じで、クイーンを外側処理して対空を覆って、あとはこのまま見守るっていう状況ですね。これどこまで見守るかっていうと、3時のアーチャークイーンとかがね、アーチャークイーン全部倒して、倒し終わったドラゴンが下側のね、ロイヤルチャンピオンとかと合流するようなタイミングの時に使ってあげればいいかなと思いました。で、さっき、ベビドラじゃねえわ。スニゴブ余ったじゃないですか。なので、ダックエリタンクをね、切りました、今。モノリスの下にあるやつですね。ロイヤルチャンピオンの下のやつ。で、今回ちょっとロイちゃんの方にドラゴンが引っ張られちゃって1体やられてしまうような状況。ベビドラちょっと全部使っちゃいましたね、3時。テスラ、動きがね、ドラゴンの動きが若干相手のヒーローによって動くこともあったりして、足しちゃった。ベビドラ使っちゃったんですけど、1体ぐらい手元に残されてよかったかもしれないですね。で、スニゴブじゃねえわ。スケルトンを置いて、ドラゴンライダーを展開してあげて、
で、空、こうすると3時のドラゴンたちが一緒にこうやって合流してくれるので、これが理想形ですね。で、スケルトンの呪文を置いてから、ここでさっきのようね、いろんなものをぶっ破していくと、陸ユニット全部ぶっ破していくと。シューターの投石、早く俺、ナイス。エリクサータンクとかも一緒にまとめて切ってくれるのがいいですね、これね。で、あとはまあこのままぐるーっと動いてあげて、3時これ、対空砲を折る必要がなくなりましたかね。ベビードラとかいないんで。でももう撃つとこないんで、とりあえずそこ大砲とかが一番折れるんでね。大砲折れるのがいいかな。で、キングフィストを使って、良きタイミングでトームを合わせてあげる。そうするとこれドラゴンたちにも結構、3時のドラゴンがさっきと加え、ちょっとベビードラを足してる分、余力が出たので、ドラゴンは今回残る展開ですね。ウォールブレッカー残ってたので、外周部つなぐような形も取るんですけど、シューターから出てきたバルキリー、そう、これ普通にね、陸12時展開するとありえないぐらいの陸スケ今出てるんですけど、バルキリーが残っててくれたおかげでね、さっきよりも余力あるような感じになったんで、スニゴブタンホール取る必要ないかな。ロイヤルチャンピオンも残るしね、これでいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。そんなに変わらんかな。9時シューターすれば勝手に9時がぶっ飛ぶし、3時しっかりフォーミングチェックからドラゴン展開すれば3時はぶっ飛ぶし、残った対空砲っていうところがドラゴンの邪魔になるので、ライトニング6発でね、クエイクがないってなると、撃つとこ結構限られてくるんで、シングル IT のタゲ外しとかもする必要がないなって感じたので、ライトニングはシンプルに施設の破壊に3枚ずつね、割くのがいいのかなっていうところで、今回ね、こういうルートを紹介しましたが、ほぼ模範解答みたいな、やってほしいものね、やったんじゃないかなと思います。ウォールブレーカー2回使って、ここ、クランジを隠しながらタウンホールをスニゴブ突破させるみたいなやり方もあるんですけど、なんか安定感、なんかたまに失敗したりするし、なんかわざわざ最初にやる必要もないし、なんだろう、タウンホール残ってても取れるの分かってたし、クランジョ出てくるのはウォールブレーカーだけっていう感じなんでね、無視していいかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。3月シーズンもね、たくさんクラクラの動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。